はいどうも、シンです。本日もアークサバイバルエボルブドやっていきます。本日はロストアイランドで追加されました3種の恐竜のテイム方法の、ご紹介となります。では、まず3種のうちの1匹、シノマクロプスの、テイム方法からご案内していきます。3種の中では割と一番、テイムしやすいのかなっていうところではあるんですけども、まずは手渡しテイムになります。で、与えるものは、キッチンが、餌になります。必要なものなんですけども、これテントとかで囲うとうまくいきません。割と、もう逃げに入ってしまって、いけないので、ハゲワシみたいな感じで、テイムするのはちょっと難しいかもしれません。試しに、高さ4段の、4×4 マスの部屋に閉じ込めても逃げたので、ただ屋根を1個潰したら、反応したので、おそらく、密閉空間に閉じ込めると逃げ出して、餌を与えれないっていう状態になるかと思います。一応ですね、J2 の、テイムの確認、追っかけもできるようになっているので、そちらを活用するのが、ベストかなっていうところではあります。では、早速、テイム方法を見ていただこうかと思います。今回は、クリエイティブモードの方でご案内用にさせていただきますのでご了承ください。よりもコマンドで出します。一回試しに与えてみたのがいるので、ちょっと画面に出てますが、気にしないでください。こんな感じで寄ってきたら、キッチンを与えて、レベル低かったら1回で、テイム今ならできちゃうので、今のうちにテイムしちゃった方がいいかもしれません。レベル高いと、こういう形で 33% ですね。とかになるんで、こう、追っかけてですね。降りてきたところか、飛んでるやつを、追っかけて、テイムする感じになると思います。時間経ってもテイム効果は落ちないようですね。ちょっと修正でまたテイム効果落ちるかもしれないですけども、性能に関してはまた、別途ご紹介できればと思います。では、こちらが、シノマクロプスの、テイム方法になります。ちょっと追っかけるのが大変かもしれないんですが、出てくるところが割と砂漠の、渓谷というのか、のあたりとかですね。森林の谷のあたりとかだったりするので、ある程度は、かけるのもそんなに難しくないかとは思います。可愛いですね。では続いて、ディノピテクスのテーム方法についてご紹介いたします。まず、生体を、2体以上ですね。をいる状態にして、4年期とかもいるんですけど、その場合は、関係ないです。で、この状態、ボスの方がアルファなんとかってキリングって出るような状態になったら、レベル、ボスじゃない方を殺します。で、この状態で、体力を落として、85% 以下になったら、肉を与えてテイム。生肉も、多分ベリーもいけるのかな。一回試してみる。ベリーでもいけますね。はい。
以上が、ディノピテクスの、テイム方法になります。餌は生肉でも、ベリーでも、まあもちろんキブルでも、何でもいいようですね。キブルは、黄色い、レックスとかの、キブルになります。ちょっと、集団で、大体、まあ集団でいるんで、ボス以外をきれいに倒すっていうのが、結構大変ですね。で、4年期とか、少年期とか青年期とかいるので、その辺は無視して大丈夫です。大人が2体以上。で、この状態でボスだけになるので、結構イベカラーとかのテイムは大変そうになるかもしれないですね。ただ、餌はまあ何でもいいんで、まあ高レベルとかを狙うんでなければ、そんなに今なら大変でないかもしれないですね。では、アマルガサウルスの、テイム方法のご紹介になります。で、アマルガサウルスの場合は、まず料理が必要になりまして、暑いのか寒いのか耐性がある料理になります。まあ、フリアカリーかカリエンスープなどですね。で、食べた状態で、今もう食べてるんですけど、この状態で、近くに寄ります。すると、こういうマークが出るので、E ボタンで押す。これで一回味方になります。で、この状態で、ちょっとレベルが低いので、もうちょっと出しますね。68ならなんとかなるかな。2体いれば。で、この状態で、1回仮に仲間になります。この食事が切れない間は。で、離れると、追従してきます。はい。まあ、乗れないんですけど、で、この追従している状態で、肉食恐竜と一緒に戦います。ハーベルタイガー出しますね。で、この状態で一緒に倒すと、ティムゲージがこうやって増えます。こっちも増えてますね。もちろんレベルによってっていうところはあるんですけど、で、これをただひたすら繰り返す。で、ダメージを恐竜が食らいすぎると減ります。で、プラス、ダメージ食らうと、ケーキで回復することも可能です。一回出してみますね。ある程度その強いやつでないとダメですけど。で、武器は基本的にはその銃撃か、こっちの攻撃も相手に当たっちゃうんで、当たらないように戦わないといけないです。で、勝手にこっちで倒してしまってもダメなんで、こうやって倒してもらって、で、自分も攻撃しておかないといけないので、結構大変です。一緒に戦ってるよっていうのが必要になってくるので、割と銃とか、これデバフ自分にも食らってるっぽいですね。で、ダメージを食らうと、フードスイートベリーケーキんたらって出るんで、それでベジタブルケーキを食べていただくと回復します。で、これで、ゲージですね。落ちたんで、ちょっとテイムゲージが落ちたような状態。ね、ダメージ食らいすぎたんで。で、格好がこの、まあ、サイズなんで、恒例のごとく、ラプトルとかだと、結構、あ、やばいな。レベル高え、こいつ。よっしゃ。
68は強い。攻撃は当たっちゃうんで、で、たまにお腹が減って、キブルとか餌を与えれる時があるみたいなんで、そういう時も効果が上がります。なんで基本的には多分高レベルとかテイムするんであれば、あれですね。餌も与えつつ、体力も確認しつつ、うまいことしていかないと、やばい感じですね。これは大量に出している。これで、低味用の食料になってるんで、お腹減ると、こうやってベリーとか、あと、キブルとかですね。をあげて、テイムができると。まあ、めんどくさいんで、キブルの方がいいと思います。メジョベリーで68で、まだ14なんで、結構大変です。剣はちょっと広範囲になって、巨竜、ダメージ与えちゃう可能性があるので、槍とか銃とかの方がいいと思います。割とスナイパーライフルとかいいかもしれないですね。ショットガンは多分、周りに当たってしまう可能性があるんで、槍でつくか、まあ離れてショットガンでもいいんですけど、スナイパーライフルの方が、誤爆しなくていいかもしれないですね。でかい。以上がマルガサウルスの、テイム方法になります。一緒に戦うのに関しては、剣とかショットガンだと、周りに当たっちゃう可能性があるので、ピンポイントで狙える槍とか、あと、スナイパーライフルとか、そのあたりで、一緒に戦う方がいいかもしれないです。で、恐竜とかで乗って戦うのも、ダメージ与えちゃう可能性があるので、ちょっと気をつけないといけないかもしれないです。避けた方がいいかもしれないですね。結構範囲が、恐竜にはよりますけど、割と攻撃範囲あったりするので、ピンポイントで狙うのは難しいかもしれないですね。で、フクロウとかで回復もありかもしれないですね。もしかすると。ケーキで回復はできるんですけど、体力維持としてはそっちの方が確実かもしれないですね。ちょっと試してないんでその辺はわかんないんですけど、とりあえず体力を減らさずに一緒に戦うのと、たまにお腹減った時に、餌要求してくるので、キブルを与えるのがベストだと思います。ベリーでもいけますが、多分そんなに上がらないと思うので、特に高レベルする場合は、キブルで、早めにテム効果ですね、上げてしまった方が、いいかもしれないですね。では、まずは、新恐竜3種の、テーム方法でした。また、巨竜の効果とかはですね、別途ご紹介できればと思いますので、よろしくお願いいたします。では、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。